僕はね手の皮と面の皮が厚いのでとろみがね非常についてて中華屋さんのね麺みたいになるんですね。どうも料理のさんです。はい、ということでですね、今回は僕の大好きなこの札幌一番塩ラーメンでございます。味噌も好きなんですけども、塩はねアレンジしがいがあるんですよね。札幌一番のアレンジをすると大体ねこういう声があるんですよ。札幌一番はそのまま作るのが一番美味しい。確かにそうなんです。ただ料理において一番美味しいっていうのは実はあんま意味なくて、なんでかっていうと牛肉の食べ方の中でステーキが一番美味しいと思ってるんですが、すき焼きもしゃぶしゃぶの食べるんですよ。なんでかっていうと飽きるからです。なんでいつもね皆さんねそのまま食べてらっしゃいますよね。でもこんなアレンジするとめちゃくちゃ美味しいっていうのをご紹介したいと思います。今回作るのは冷凍のエビシューマイを使った札幌一番、塩エビそばです。エビそばってね僕中華屋さんだとたまにあるんですけども、塩味でちょっととろみがかったエビスープのラーメン、それがなんと札幌一番とエビシューマイでめちゃくちゃ美味しいエビの香りが香るものができますんで、これからやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきたいと思います。まず札幌一番の塩ラーメン1袋ですね。長ネギ、シンプルにもう長ネギでいきます。まあなければ玉ねぎとかもいいんですけども、長ネギの香りが入ると結構ね高級感増しますんで、この札幌一番エビシューマイ。エビシューマイっていろんなのが冷凍で売ってると思うんですけども、僕今日これしか、エビシューマイなかったんであれなんですけども、僕の一番のおすすめは味の素のちっちゃいエビシューマイね、お弁当で入ってるようなあれが一番ねおすすめでございます。これね160g 入りなんですけども、だいたいね80g ぐらい具で使いたいんで3つ使います。今回はエビたっぷり入ってればどれでも美味しいです。冷凍エビシューマイ 80g、 これは大きさ全然違いますんで 80g、 だいたい 80g って覚えておいてください。じゃあ以上の材料でやっていきたいと思います。じゃあですね、札幌一番シューマイエビそばやってくれて何が重要か。札幌一番って国民食じゃないですか。これって日本で一番愛されてるインスタントラーメンだと思いますんで、商品を愛すってすごく大事だと思うんですよ。なんでですね、僕も一番愛しているものを飲みながらやっていきたいと思います。今日の氷占いイエーイ。氷占いとはこれの、氷の入り具合で僕の運勢を占うカバンであるよっ。はい、グラスで全部入りましたので大吉です。イエーイ。今日もお酒がめちゃくちゃ美味しいでしょう。俺らの運勢はどうなんだよっていう方、この茶番を見ていただいただけで皆さん大吉になりますので大丈夫です。人生全てうまくいきます。3日ぶりの酒です。3日間休館日取ってました。じゃあ選びます。うめえゴゾロップレシーだなということでやっていきたい。半分ね、これお皿の上に乗せてラップかけなくていいって言われたんでかけないです。大体1分50秒とかって言ってたかな。まあ普通に温めてください。ネギなんですけども、これを、こんな感じで斜め切りしていきましょう。こんな感じですね。はい、僕は青いとこ使ってますけども、全然白いとこしかなければ白いとこって大丈夫。青いところはね結構ね香るんですよね。これぐらいですね。もうね、鍋を用意しちゃいます。じゃあね、鍋に水これね500よりちょっとしたぐらいがいいんだよね。 480cc ぐらいがいいの本当は。札幌一番の袋の裏には500でやってくださいって書いてあるんですけど、500だとね若干ね優しい味になっちゃうんですね。僕は酒飲みなんで少し濃い味が好きなんです。若干減らしてます。で、水入れて沸かしておきます。でここにもうネギねもう入れちゃうもん。お酒が入ると札幌一番のスープに高級感が増しますんで、これ入れてください。沸かしていきます。でどんどん沸いてきますんで、沸くところにこのさっきのエビシューマイね、これやったやつなんですけども、ちょっとちぎれ入れちゃう。はい、こんな感じで熱かったら冷めるまで待ってていいですよ。僕はね手の皮と面の皮が厚いので全然平気です。はい、これは箸で崩しました。皆さんは箸で崩した方がいいと思います。ちょっと熱かったんでやっぱり。でこうすることによってこのエビシューマイのエビの香りとねうまみがこのスープに染み渡るんですよ。このシューマイを入れることによって電子レンジですぐエビシューマイね調理できるんで、これをこのスープに染みさせるとエビシューマイのうまみとこの塩ラーメンすごく相性がいいんです。通常札幌一番を作るのではちょっとできないですね。ネギとシューマイ、これのうまみが加わるんですね。うまみと香りが
もうこの時点でめちゃめちゃ美味しそうですね。これ入れてください。スープまだ入れちゃダメですよ。多くの方がスープをここで入れちゃったりするんですけども、札幌一番のね裏か見てください。これね、出来上がったら火を止めてスープを加えって書いてあるんですよ。これなんでか分かりますか？スープの香りが飛んじゃうから。この時は麺だけ入れてくださいね。でその間にこれ煮てる間に片栗粉を用意します。煮ていきます。はい。で、ちょっとこうほぐれてきましたね。僕はね札幌はちょっと固めが好きなんで、もうほぐれてきたら大体ね1分半から2分ぐらい経ったらもうこうスープ入れちゃう。火止めてスープ入れる。はい。まずこれ、ね、スープ入れてくださいね。スープ溶かしてください。火止まってますよこれね。でここに水溶き片栗粉を入れる。止まってるところに水溶き片栗粉を入れる。入れたらよく混ぜます。とろみついてくるんですけども、ここで重要なのがもう一回火入れることです。片栗粉って、熱を加えることによって、このとろみが定着しますんで、火を止めて片栗粉を入れて混ぜたらもう一回火入れる。つくと煮ます。そうするといい塩梅のとろみがつきます。そしたらもう完成。はい、盛り付けの、あれはまず麺入れる。そしたらスープ。とろみがね非常についてて中華屋さんのね麺みたいになるんですね。札幌一番のねこのねごまね、これ切りごまパーッと、この切りごまの風味がいいんですよ。で最後にラー油。辛いの苦手な方はごま油でね。はい、札幌一番で作る最高に美味しいエビシュウマイそば完成でございます。それではできましたのでいただきます。このとろみがいいんですよ。エビシュウマイもちゃんと。ではいただきます。うまっ。めっちゃエビの香りします。札幌一番の塩スープだけでも美味しいんですけど、魚介の香りが香るとやっぱりね本当のお店っぽくなりますね。とろみがあってネギの香りもすごく効いてます。片栗粉でねとろみをつけてるんで味もしっかり絡んでますし本当に美味しい。味変そうですね。なんでさ塩ラーメンでこの酢合うんだろうね。僕はね昔よくやってたアレンジは酢とねラー油で食べるんですよ。普通に作って卵だけ入れてねスタッフにも食べてもらいました。タッチャンスじゃあですとろみすごいねこれ。すごい。いただきます。めっちゃうまいよ。マジすごいね。めっちゃうまいんだよこれ。これねめちゃくちゃうまい。人に出すとめちゃくちゃ評判いいのよ。めっちゃうまいわ。これなんすかみたいな。これめちゃくちゃうまい。うまいよね。これはね食ったことない。シュウマイとこの麺の絡みつきがすごい。とろみがついてることによってなんかこうちょっと札幌一番なんだけど中華屋さんっぽいよな。確かにエビシュウマイじゃないとダメだ。うまい。こっちも全然うまい。めちゃくちゃ美味しい。だって分かりやすいよ。うまい時とうまくない時大体うまいとは思うんだけど反応が全然違うからちょっとね想像つかなかったから。うまいよ。美味しかった。でしかもこれねとろみつけてるから冷めにくい。おーまだ湯気立ってるじゃん。確かにやばくない？マジうまいから一回やってください。これ流行ってほしいね。流行らせましょう。やってみてください。